こんにちは。今日は東京駅に来ました。皆さんは東京駅に来たことがありますか？新幹線に乗るときに来たことがあるかもしれませんね。実は東京駅には見るところ、楽しむところがたくさんあります。今日はこの東京駅を簡単な日本語で紹介しますので、ぜひリスニングの練習に役立ててください。私のおすすめのとてもおいしいスイーツも紹介しますよ。それでは早速始めましょう。駅のホームから丸の内北口の方へ進みます。階段を降ります。まず最初に丸の内駅舎を見に行きましょう。丸の内はこのエリアの名前で、駅舎は駅の建物のことです。少し難しい言葉になるんですが、丸の内駅舎は日本の重要文化財です。日本の重要文化財というのは、日本がずっと大切に守っていくべき素晴らしい建物や絵などのことです。丸の内北口の改札を出ます。改札を出たら天井を見てください。天井がめっちゃ綺麗です。これは東京駅の丸の内北口です。東京に来ることがあったらぜひ見てみてください。見てみてください。とても綺麗なドームが見えます。これは1914年に初めてこの駅舎を建設した時のデザインを復元したものです。復元とは昔の姿と同じように新しく作り直すことです。この和紙の飾りは約 2.1 メートルもあります。高いところにあるので小さく見えますが、本当はすごく大きいんですよ。ドームはもう一つ南側にもあります。さて、ドームから外に出ます。少し歩きながら外からの駅舎を見てみましょう。朝さん巻きすごく良くなったんだけど。本当。ほら見て。赤いレンガが特徴的な重厚な建物です。重厚とは重くてどっしりとしていて立派な感じがするといった意味です。皇居方面という看板がありました。この矢印の方に向かうと皇居があります。皇居とは天皇陛下とその家族が住んでいる場所です。天気のいい日に歩くと気持ちが良さそうな道ですね。ではまた駅の中に戻りましょう。八重洲側への自由通路を通ってキャラクターストリートに向かいます。ここにロッカーがあります。大きいのは1000円。サイズによって値段が違いますね。東京駅には観光客が多いので、ロッカーがたくさんあるのは助かりますね。さて、ポケモンストアにやってきました。日本人にも海外からの観光客にもとても人気のお店です。いつも人でにぎわっています。
お店の中にはたくさんの種類のぬいぐるみやお土産のお菓子、文房具やゲームなどいろいろなものを売っています。イエーイ、ケロマツゲット。息子はポケモンのぬいぐるみを買いました。日本語だとこのポケモンの名前はケロマツだそうです。あなたの国の言葉では何と呼びますか？次に地下の東京駅一番街に行きます。人気のキャラクターグッズが集まる東京キャラクターストリートやラーメン屋さんが集まる東京ラーメンストリートなどがあります。ここがキャラクターストリートです。キャラクターストリートにはこんなにたくさんのお店が入っています。皆さんは好きなキャラクターはいますか？私はスター・ウォーズが好きです。ここがスター・ウォーズのお店です。合わせてんの？グローグーに。グローグーとケロマツを対面させてる？面白い。かわいい。本当だ、フォース使ってる。大丈夫かな、ケロマツ。この手ぬぐいかわいい。すごいかわいい手ぬぐい。日本っぽいし。手ぬぐいは顔や手を拭いたり、お風呂で体を洗ったりするための薄い布です。かわいい手ぬぐいはポスターのように壁に飾る人もいるみたいですよ。めっちゃかわいい。これが東京駅限定のおすすめ商品だって。なんだろう。これは東京駅限定と書いてあります。東京駅限定とは東京駅でしか買えないという意味です。ちなみにこのお菓子の袋には期間限定と書いてあります。これはこの期間だけ、今だけしか売っていませんよという意味です。あ、そういえばこのスター・ウォーズのお店自体も期間限定ショップだそうです。予定が変わることもあるかもしれませんが、今のところ来年の1月頃に閉店すると言われています。限定という言葉は街のいろんなところにありますね。ここは星のカービィのお店です。かわいいケーキがたくさん置いてありますね。カービィファンには最高の場所です。食べるのが少しもったいないですね。ちいかわのお店はとても人気で特に混んでいました。ここはジブリのお店です。大きなトトロがいますね。ここはドラゴンボールなど漫画のジャンプに出てくるキャラクターのお店です。キャラクターストリートはキャラクターが好きな人には絶対に楽しめるエリアです。さて次はラーメンを食べに行きます。このラーメンストリートは人気のラーメン屋さんが集まっている場所です。どのお店も美味しいと評判です。私は前に六輪車とイカルガで食べたことがありますが、とても美味しかったです。
それからこのラーメンストリートのすぐ近くにラーメン横丁という別のラーメン屋さんが集まる場所もあります。今日はそちらに行ってみます。ラーメン横丁はラーメンストリートから歩いて3分くらいのところにあります。ここがラーメン横丁です。今日はこの糸井で食べることにします。糸井は味噌ラーメンのお店です。味噌は日本の伝統的な調味料です。味噌汁にも使います。券売機で食券、チケットを買います。席に座りました。ここについている蛇口から水が出るようです。なんか回転寿司とかにあるお茶入れるやつみたいな。ラーメンが来ました。特製味噌ラーメン1180円です。チャーシュー、ネギ、もやし、卵、メンマが乗っています。もやしは大盛りにしました。お箸を出していただきます。これはレンゲです。レンゲはラーメンなどで何かをすくうときに使う道具です。こういうタイプのレンゲが一般的です。あ、美味しい。濃厚。かなり濃厚。濃厚とは濃いということです。薄いの反対です。チャーシューが肉厚。肉厚というのは肉に厚みがあるということです。ごちそうさまでした。美味しかった。ニンニクが結構多かったね。ニンニクがゴロゴロとたくさん入っていたので、この後に誰かに会う人はちょっと注意が必要です。でもとても美味しかったです。ごちそうさまでした。ここは八重洲の中央口です。上にベンチとかがあったり、ラーメンが思ったより多くて、お腹がいっぱいになりすぎてしまったので、ここのベンチがあるのでベンチで休憩しています。休憩するは休むという意味です。少し休憩したら甘いものが食べたくなったので、また東京一番街に戻ってきました。ここは私のとてもおすすめしたいお店なんです。実は私、今日はこれが楽しみで東京駅に来ました。私の大好きなスイーツが食べられる三橋というお店です。あんみつを食べることができます。あんみつとはこのようなスイーツです。あんこや寒天などいろいろなものが入っています。あんこは小豆という豆に砂糖を入れて甘く煮たペーストです。寒天は海藻から作るゼリーのようなものです。これはお品書きと書いてあります。メニューのことです。いろいろな種類のあんみつがあります。フルーツクリームあんみつとかもあるんだね。私はこの白玉クリームあんみつにトッピングエクストラで抹茶アイスを追加しようかな。追加とは
今あるものに新しいものをプラスすることです。白玉クリームあんみつに抹茶アイスを追加して合計で1100円です。お茶とおしぼりを先にもらいました。おしぼりは手を拭くものです。これが白玉クリームあんみつに抹茶アイスを追加したものです。これが白玉ですね。で、これが牛皮みかんにあんこが乗ってます。白玉はお団子です。牛皮は甘いお餅みたいな感じのものです。いただきます。おいしい。これが寒天です。これを一緒に食べます。おいしい。白玉、お団子、ダンプリング。おいしい。このソフトクリームがまた美味しいの。三橋は東京駅以外にもお店があります。インターネットで三橋あんみつで検索すればお店の情報が出てきます。日本らしいスイーツを食べたい人はぜひ食べてみてください。満腹です。お腹いっぱいです。東京駅綺麗で美味しくて楽しかったです。満足したので帰ります。次は皇居に行くのが今から楽しみです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。